武器は身を守るために必要ですが、逆に間違って身を傷つける危険性をも持ちます。免疫にも同じようなジレンマがあります。免疫が弱すぎると病原体やがんから身を守れなくなりますが、強すぎる免疫は炎症をもたらして寿命を縮めてしまいます。このプレゼンテーションでは、社会システムは生命システムの一種であるという信念のもと、生命システムにおける免疫と社会システムにおける防衛の役割について考えます。第1章、フィンランドショック。フィンランドショックとは、1985年から1993年にかけて、フィンランドで実施された肺がん予防研究の意外な結果のことで、世界の医療関係者に大きな衝撃を与えたことから、日本でそう名付けられました。この勧誘試験では、参加時年齢50歳から69歳の男性喫煙者3万人弱が、6年ほどの間、毎日サプリメントのカプセルを摂取する治療群、またはプラセボのカプセルを摂取する対象群に無作為に振り分けられました。サプリメントとして選ばれたのは、ビタミン E の主要成分であるアルファトコフェロールと、ビタミン A 全躯体のベータカロテンです。治療群は通常より約5倍多いアルファトコフェロール、または欧米での平均的な摂取量の6倍から10倍にあたるベータカロテンを摂取しました。ビタミン A とビタミン E は活性酸素の発生を抑える抗酸化作用を有することから、これらをサプリメントとして投与すれば、肺がん予防になると研究者たちは予想しました。1995年発表の報告によると、ベータカロテン摂取群は対象群と比較して、肺がん発症率で 18%、全原因死亡率で 8% の優位な上昇がありました。健康に良いと信じて大量に投与したベータカロテンのサプリメントによって対象群よりも優位に改善した疾患は皆無でした。他方でアルファトコフェロールを摂取した群は対象群と比較して前立腺がん発症が 34% 減少しました。それ以外のがんの発症には有意差がありませんでしたが、結果は良好と言えます。もちろん、ベータカロテン、すなわちビタミン A が健康に有害ということはありません。2002年の検証論文によると、1日 3mg までなら、ベータカロテンの摂取は肺がんリスクを優位に高めないことが分かっています。フィンランドショックをサプリメント批判に利用する人が多いのですが、サプリメントとして摂取したことが問題であったのではなくて、1日に 20mg という分量が多すぎただけのことです。食品であれ薬であれ何であれ、通常以上の摂取が有害である事例はいくらでもあります。フィンランドショックで見直さなければならないのは、サプリメントの有益性ではなくて、大量の抗酸化剤投与で活性酸素を大幅に減らせば、がんを予防できるという研究の大前提です。そこで次の章では、この大前提がなぜ間違っていたのかを説明しましょう。第1章、活性酸素はない方が良いのか。活性酸素とは文字通り活性化されて他の分子と反応しやすくなった酸素のことです。活性酸素を含んだ分子群は活性酸素種と呼ばれます。1956年にレナム・ハーマンがフリーラジカルの酸素が細胞を傷つけて老化をもたらすという説を提唱して以来、
老化の原因を活性酸素種に求める学説が有力となりました。確かに活性酸素種は体の細胞に損傷を与えます。この図の構造式中の赤い O が酸素です。活性酸素種が生じることで DNA の2本差が切断されるなど遺伝子が損傷を受けやすくなったり、ペプチド内の分子間相互作用が変化し、タンパク質が変質しやすくなったり、過酸化脂質や過酸化脂質ラジカルが生成し、脂質の膜に損傷が起きやすくなったりします。しかし、活性酸素種が体に及ぼす影響は必ずしも有害ではありません。この図で ROS と書かれている活性酸素種は、主としてミトコンドリアでの内呼吸による酸化的代謝の副産物として放出されます。活性酸素種が多いときは、赤色の矢印で記されたような悪い影響がありますが、適正な量のときは、青色の矢印で記されたような良い影響もあります。すなわち、抗酸化などのストレス応答シグナルを活性化し、酸化による損傷を自ら抑制しています。それだけではありません。好中球やマクロファージなどの免疫細胞は、侵入してきた病原体や異常をきたした自己細胞を鈍色する際に酸素ラジカルを放出します。つまり活性酸素種は免疫のための武器なのです。したがって抗酸化物質を用いて活性酸素種を不活性化すると免疫機能が低下してしまいます。このグラフは酸化促進剤や抗酸化剤を用いて活性酸素レベルを変えると寿命がどうなるかを計測した動物実験の結果です。横軸は活性酸素のレベル、縦軸は寿命の長さです。見ての通り逆 U 字型のグラフとなりました。活性酸素のレベルが高くなると老化が進み、寿命が短くなりますが、活性酸素のレベルが低すぎると免疫機能が弱まって寿命が短くなるということです。ここからフィンランドショックがなぜ起きたのかがわかります。活性酸素種が増えると遺伝子が傷つき、DNA に変異が起き、がんの発生が促進されます。そこで研究者たちは、抗酸化剤を大量に投与し、活性酸素種を大幅に減らせば、がんを予防できるはずだと考えました。しかし、そうはなりませんでした。活性酸素種を減らしすぎた結果、免疫機能が低下し、がんの発生が促進されてしまったのです。第3章、抗老化と免疫のトレードオフ。現在科学的に実証されている唯一の抗老化方法はカロリー制限です。このシリーズでもカロリー制限、もしくはそれと同じ効果が期待できるカロリー制限模倣物質の摂取により、抗老化カスケードを活性化し、成長促進カスケードを抑制することを推奨しました。では、寿命を延ばすためには、成長促進カスケードを完全に抑制すべきでしょうか。線虫を用いた実験によると、インスリン様成長因子 IGF-1 のシグナル伝達を無効にした線虫は長生きします。逆に言えば、IGF-1 のシグナル伝達はストレス応答を高めるものの、寿命を縮めるということです。では、線虫に当てはまることは
人にも当てはまるでしょうか。2022年発表の研究によると、人は線虫ほど単純ではないようです。このグラフの横軸は IGF-1 の濃度レベルを、縦軸は 1ml あたり140ナノグラムを基準とした全原因死亡率のハザード比を表します。点線は 95% 信用区間の上限と下限です。IGF-1 の濃度レベルが最適濃度である基準より高いと、抗酸化の転写因子が抑制され、高老化カスケードに支障をきたし、寿命が短くなります。基準より低いと、高老化カスケードは活性化されるものの、免疫機能が低下するため、寿命が短くなります。この関係は活性酸素種と健康との関係に似ています。一方が善で他方が悪ということではなくて、バランスが重要ということです。第4章、諸刃の剣としての免疫。免疫が陥るジレンマをまとめましょう。免疫が弱すぎると、生命システムは異物から自分を守れなくなって存続の危機に陥ります。他方で免疫が強すぎると、免疫の誤作動により生命システムが傷つくリスクが増えます。敵から身を守ってくれるはずの武器が自分自身を傷つけるリスクをもはらんでいるという意味で、免疫は諸刃の剣です。免疫は体内的な異物と体外的な異物の両方を攻撃対象とします。そこで免疫異常は4つに分類できます。免疫の機能が不十分なら、悪性新生物、つまりがんの増殖や細菌やウイルスなど病原体の侵入から体を守れなくなります。強すぎる免疫が引き起こす疾患は、自分の体の組織を異物と間違えて攻撃する結果起きる自己免疫疾患と、異物に対する攻撃が必要以上に強すぎて体に炎症が起きてしまうアレルギー疾患です。生命システムが直面するのと同じようなジレンマに社会システムも直面します。社会システムが持つ免疫を社会的免疫と名付けることにしましょう。社会的免疫の4つの問題を括弧内に書き込みます。悪性新生物に相当するのはクーデターで、感染症に相当するのは外国の侵略です。自己免疫疾患に相当するのは過剰な武器使用による治安の悪化で、アレルギー疾患に相当するのは過剰な戦争による国内の疲弊です。社会的免疫が強すぎる社会の典型が米国であるのに対して、弱すぎる社会の典型は日本です。そこで次に社会的免疫のジレンマを日米比較から考えましょう。第5章、社会的免疫の日米比較。日本と米国を比較すると、対外的にも対内的にも安全保障のための武力が米国では過剰であるのに対して、日本では過少です。ヨーロッパは日米の中間なので、ここでは日米という民主主義国家でありながら対照的な2つの国を比較しましょう。第二次世界大戦後、米国は頻繁に戦争していますが、日本は一度もしていません。米国が銃社会で殺人事件の発生率が高いのに対して、日本では銃法のみならず、刀剣類の所持まで銃刀法により厳しく規制されていて、殺人事件の発生率も米国よりずっと低く抑えられています。米国で悲惨な無差別発砲事件が頻発しているのを見て、米国も日本のように
厳しく銃を規制すればよいのにと日本人は思うことでしょう。しかし米国では規律ある民兵は自由な国家の安全にとって必要であるから、人民が武器を保有し、また携帯する権利はこれを侵してはならないという憲法修正第2条により武装権が保障されているので、日本の銃刀法のような規制は無理です。米国人の武装する権利は独立宣言で謳われている抵抗権を担保する権利なので、建国の精神により不可侵となっています。大英帝国の専制から武力で自由を勝ち取った米国人と、明治政府や GHQ といったお上から恩寵として自由が可視された日本人とでは、武力に対する考えが異なるのです。もしも米国人が日本人のように銃を所有しなくなったなら何が起きるでしょうか。ちょうど良かれと思って抗酸化剤を大量に投与し、活性酸素種という免疫細胞の武器を無効化すると、がんというモンスターが生まれたように、良かれと思って日本並みの銃規制を米国で行うと、軍事独裁政権というモンスターが生まれる可能性があります。軍部が軍事力に物を言わせて民主主義的に選ばれた政権を倒すクーデターは第三世界でしばしば起きます。しかし米国ではそうした可能性はほとんどありません。それは米国人の自由と民主主義を守ろうとする意識が強いからだけではありません。いくら米軍が強力な戦闘能力を持っていても、4億丁の銃を持った国民と戦えないので、国民の意に沿わない軍事独裁政権は米国では成立し得ないのです。日本人は銃を持たないけれども、民主主義を維持できていると反論する人もいるでしょう。しかし、日本でも226事件や三島事件などのクーデター未遂事件が起きました。226事件では昭和天皇が自ら近衛師団を率いて鎮帝する意向を示したことから、三島事件では自衛隊が拒否したことから、いずれも失敗に終わりました。では、もしも自衛隊が三島由紀夫の呼びかけに賛同して決起していたなら、クーデターは成功していたでしょうか。戦後の日本には、もう近衛師団はいませんが、代わりに在日米軍がいます。日本政府が要請するなら、在日米軍が反乱軍の鎮圧に協力してくれるでしょう。多くの日本人は、外国の侵略から日本を守るために米軍が日本に駐留していると考えています。しかし、そもそも連合軍が日本を占領したのは、日本での軍国主義の復活を阻止するためでした。そのミッションは現在の在日米軍に受け継がれているでしょうから、米国は日本での軍事独裁政権の誕生を認めないでしょう。こうしてみると、日本は単に対外的な安全保障だけでなく、対内的な安全保障まで米国に依存していることになります。米国が銃で自国の民主主義を守ってくれているおかげで、日本の民主主義も守られているのですから、日本は米国の銃社会を非難できる立場にありません。米軍がいなくても、日本の民主主義は憲法によって保障されているという人もいるでしょう。しかし、そうした考えは、米軍がいなくても、日本の平和は憲法9条によって守られているという主張と同様、現実無視の理想論に過ぎません。実際、クーデターに成功した軍部が
戒厳令を発して憲法を一時的に停止し、その一時的停止が長期にわたって惰性で続くといったことがこれまで海外でしばしば起きました。憲法は力に裏付けされて初めて実効性を持つので、民間の完全な武装解除は実は問題があるのです。もちろん私は米国のような自由社会が望ましいというつもりはありません。武器は活性酸素のようなもので、少なすぎても多すぎてもよくありません。どうバランスを取るかが重要なのです。第6章、必要悪としての武力と闘争。私たちは戦争のない平和な世の中を望んでいます。戦争は悲惨ですが、他方で戦争は発明の母とも言われます。実際、コンピュータ、携帯電話、ドローン、インターネット、GPS といった現代にとって重要な技術も、もともとは国防のための投資から生まれました。戦争は発明の母という命題をもう少し一般化すると、生存競争は進化の母ということになります。もしもこの世に争いが全くなかったなら、おそらくこの地球には単純な原始的生物しか存在しないことでしょう。しかし、実際にはこの世に生命が誕生して以来、生命は生存競争により進化を遂げてきました。最初の戦いは細胞の支配権をめぐる遺伝子の戦い、つまり寄生者に対する宿主の戦いです。以後、食料と縄張りをめぐる争い、オスたちによるメスの奪い合いといった争いを通じて、生命は多様な進化を遂げ、人類という種も誕生しました。そして人類は戦争を通じて文明を発達させ、今日に至っています。日本国憲法が理想とする戦争放棄が事実上不可能である以上、日本はイノベーションをもたらすという戦争の最大の長所が発揮される方法で国防を強化すべきです。ロシアがウクライナに侵攻したのをきっかけに、日本の防衛費を NATO の基準である GDP 比 2% にまで引き上げるべしという論調が高まりました。ただし、そうしようとすると、年間1兆円の税収不足が生じます。そこで、岸田首相は年間1兆円の増税を表明しました。政府与党内には、増税に反対して、国債増発で対応すべきだという意見もあります。しかし、戦争が発明の母であるという戦争の肯定的側面に着目するなら、増税も国債増発も回避して、つまり国民の負担を増やすことなく防衛費を増やす方法があることに気づくはずです。それはデュアルユース技術への投資です。デュアルユース技術とは、軍事用にも民生用にも使える軍民両用技術のことです。日本政府は科学技術振興や新産業育成のために多くの予算を計上しています。現在、科学技術関係予算は4兆円、経済産業省関係は1兆円ほどあります。それらの中で、デュアルユース技術育成の予算を1兆円にすることで、予算を一石二鳥化できます。この方法なら予算総額が増えないので、増税は不要になります。ずるいやり方と思うかもしれませんが、実は日本が模範にしている NATO も安全保障に資する研究開発予算などを国防費にカウントしていて、国防費の定義が日本の定義よりも広くなっています。
したがって防衛費増額といっても必ずしも防衛省の予算だけを増やさなければならないということではありません。では、日本が力を入れるべきデュアルユース技術にはどのようなものがあるでしょうか。まずは日本の防衛の弱点であるサイバーセキュリティとドローンです。ロシアによるウクライナ侵攻でも重要な役割を果たしたので、政府もこの2つには力を入れるようです。この他にも暗号解読のための量子コンピューター、ロボット兵器およびその運用のための人工知能などがあります。これらは民生用技術としても需要があり、将来的には私たちの生活を豊かにします。経済学では軍事支出と民生支出、大砲とバターとの間にはトレードオフの関係があるとされていますが、デュアルユース技術に投資するなら大砲かバターかではなくて大砲もバターもとなります。こうした防衛費増額なら多くの国民は有事がなくても恩恵に預かれるので納得することでしょう。第7章、免疫強化は脳の健康になる。話を国防から免疫に戻します。私たちの体において腸と腸内細菌は重要な役割を果たしています。免疫機能の7割は腸に集中していて、腸と脳が相関しているからです。これらについては前回のビデオで詳しく説明しました。このことから腸内環境の改善には免疫機能を強化し、脳の認知機能を向上させるという一石二鳥の効果が期待できます。2016年の臨床試験によると、ビフィズス菌の一種、ビフィドバクテリウムロンガムとプラセボを22人の健康なボランティアにランダムに投与したところ、処置群では対象群と比較して主観的不安が抑制され、ストレスが軽減しただけでなく、海馬に依存した視空間記憶能力の改善や正中前頭部での脳波の活動向上が観察されたとのことです。人に対する介入試験はまだあまり多くないのですが、動物実験から腸内環境の改善が認知症の予防にもなると期待されています。最後に結論をまとめましょう。ちょうど防衛技術への投資が防衛力を向上させ、国民を安心させるだけでなく、科学技術の進歩をもたらすように、プロバイオティクスやプレバイオティクスの摂取による腸内細菌への投資は、免疫機能を向上させ、不安を軽減するだけでなく、認知能力の進歩をもたらします。免疫のジレンマがあるにしても、こうした一石二鳥の効果があるのなら、私たちの国も体ももっと免疫機能の強化に努めるべきではないでしょうか。このコンテンツは一般的な情報の提供を目的としています。一般に健康に良いとされる方法が個別にも最適とは限らないので、個別での実践に際しては、個別事情に詳しいかかりつけ医等に相談してください。このチャンネルでは、私のコンテンツに興味を持ってくださる方に、更新情報をお知らせする、長井俊哉ニュースレターというメールマガジンを配信しています。登録するには、japanese.nagaitoshia.com にアクセスしてください。完全無料でいつでも登録を解除できるので、お気軽に試してください。